イバー。その道を極めることができた 1% の選ばれし存在、それが 1%。アクション俳優が訪れた無人島にはある秘密が隠されていた。奴らは殺しのプロだ。プロにはプロの技を使う。最新戦闘術を極めたアクション俳優とジークンドーを極めた暗殺者。1%。原点回帰した稲川先生のジオディザームということで、これちょっと白川先生の見ててちょっと武道寄りのもいいな。かっこいいよね。面白いね。最新のジオディザームだね。はい、どうも現代忍者タグです。ニンニンピヨンピヨンベースです。はい、稲川先生のはい、はい皆さん大好きな稲川先生のベースです。今日ですね、はい、ちょっと原点回帰、今までナイフディザームとかやってきたけれども、稲川先生のジオディザーム、そういえばこれ企画にしたことなかったなと思って、イベントとかでね、俺がよくやってるの見てるけど、俺もそのほら意外に先生の最新のジオディザーム更新俺ずっとしないから、ちょっと先生からまた見てね、学びたいなと思ってますね。今日の企画はね、稲川先生のジオディザームということで、ベースに来てます。楽しみです。じゃあ先生お呼びしましょう。はい、先生お願いします。はい、お疲れ様でおす。疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。先生、東大元暮らしでした。そういえば先生のジオディザーム、企画にしてなかったなと。そうですよね。一度もやったことないですよ。ナイフディザームは企画にしたことあるんですけれども、私は先生本当にワンパーセンターのイベントや企画で散々企業様に出してやってるんですけど、最近やっぱ最新のものを先生に呼びしてもらってやりたいなって思ってる。わかりました。タクチャンネルおもちゃのね、指もね怪我しないように引き金がないってやつね。ゴムです。普通こう指入れるとこう痛いんですよね。普通ここにこうくっついてるじゃないですか。それこう入れるのかどうするのかってやってるとこうアクションになるとすぐこれ指抜けるようにちゃんとアクション用っていうんですかね。アクション用になってるできてる。あともっといいのはちゃんと安全装置がかかってる。これが本当はここベレッタはこうカチッとなるんですよね。それがちゃんと安全装置をかけて安全ですよっていうのをねこうアピールしてる。いいブルーマンですね。先生のベースにある。先生、じゃあうちのです。これは違います。あ、そうですか。これは最近ブルーガンちょっと駐屯地持ってっちゃってるんで。これアマゾンで安くこれナイフ付きで売ってんだよね。ああ、そうなんですね。じゃあちゃんとなんか考えられて。先生に聞いてそんなところまであったんだっていうのを俺初めて分かったけど、ちゃんと安全装置までかけてるな。すごいね。すごい。さすがアマゾンです。いやさすが先生でしょ。いやアマゾンでもまあ売られてる。売られてる。じゃあまず坂口拓の方からまずジオディザームを見てちょっとやっていただけます。でそれをちょっと先生に解説していただきましょう。はい。まあいつも通りですね。まず先生僕ら得意なウェーブで正中線をずらすですね。こっちをずらすのと一緒ですね。そうですね。はい。こうですね。ずらす、どっちでもいけるんですけど、正中線をずらすのと取るのが一緒と。これ正中線と取るのが一緒じゃないですか。なぜ正中線をずらすのかっていうのはまずちょっと視聴者さんにちょっと言っていただけますか。そうですね。要はさ、これで。そう。まずはこれが大切なんだよ。必ずこの銃口から体を逃すというのが一番大切なんですね。ここが大切なの。ここがこうなっていくから、まずは確実にずらすということなんです。そうですよね。正中線がずれてないと、ずれてないと、例えばこのテコの原理で取れるんだけど、こうでも利き金打てない。バーでしょ。必ずまずこれが最初なんだよね。この逃げるのが最初で、そこと手が一緒になってるから取れるわけ。こうやってね。ってなるわけです。じゃあちょっと師匠にまずどうでしたまず坂口は。もう本当その通りだ。海外のこれを教わった俺のちょっと怖いブリティッシュ関係の怖い師匠いたんですけど、これ弾はって言ったらパーンって一発出るよと。
一発はやっぱりチャンバー入ってるとズボーンって出るんですね、でももう一回スライドしないと2発目は出ないんですよ。はいはい。バーンと出てもう一回ガチャ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 やってもこのジャムってるんで出ないんです。その時にデザームしなさいっていう。一発は出るよと、どういう系のこれもパーンって一発は出るよと、それをビビってるとそういうことはできないからって言われて、怖いこれ。先生、そのジャブルっていうのはどういう？ジャブルっていうのはこっちの人も安全なんでエアーなんで大丈夫なんですけど、普通はこうバーンって打つとこれが後ろに下がってここからよく薬莢がコロリーンと落ちる、それがこう押さえてバーンとこう撃鉄がバゴーンってなるんで球は出るんですけどこれが下がらないんで詰まってると、ジャムってのは詰まるってことなんで、それを奪ったらもう一回装填し直さないと打てない。今ガッチャンってやった時に今球が落ちて、今度は先生は普通に打てれるところからなったってことです。まあそれはまあそういうことで、球が出ないようになんかこうこねくり回さないんですね。例えばここですといつも上じゃないですか、これ今度はヘッドの上が下とこれを下げるのと上げるのが同時にするとスタンまあ久々に先生の方がかっこいいよね。うわ。違いは何だったのかもう早すぎて分からなかったので視聴者さんにちょっと伝えて。上と下ですよね。上と下、そうそうまずこんなんだってこの人打たなかったら脅しでしかないじゃん。そうだね。だって本当にね先生この状態で本当に打ちたかったら打ってますよ。打ってますバーンだから、こんなもん脅しじゃない。だから落ち着いてください皆さんっていうことね。でこれは今度先生はこっちにしてるんですよね。そうで今度こっちジャブするんですね。だからこっちのでそうですね。こっちですね。こっちにこっちにしてるんです先生。先生こっちなんです。そうです、そっちです。じゃあウェーブ使ってこっちでもありなんですね。そうです、そっちですね。はいはい。これ後ろから見ると見やすいと思います。それでこう見ててください。パッとこれもうここすごい大事なポイントで、やっぱり急所を避けるというこれをそっちはいこれをなんかこういう風にして回す。はいはい。めちゃくちゃ先生ウェーブかかってます。はいはい。いや試してみてください。そうってことですね。やっぱまずこの正空筋避けるっていうのがこの難しいんですね。正中線を大体避けずに普通は上にこう上げろとか、下に下げろっていう感じなんですけど、でもこの間これちょっと白川先生の見ててちょっとブドウ寄りのもいいな。おお。なんかこの間そうか先生こっち行って効果で腰に銃を当てて武道的に投げてたなっていう、武道的なブドウゼロアームも面白いね。最新の銃ディザームだね。ブドウそうそう、武道を足して線を外すっていうのがやっぱり似てるんで、剣術なんで線外さないとやっぱ槍術なんていうと銃のスピードよりも強いって国先生が言われてたように、やっぱり槍を見れれば銃が見れると。槍は前後20センチこうまっすぐ突かれてるようで、今ぐらいの線の外しだとしごきで槍ってこうずれるんで追ってくるぞ蛇のようにっていうのを昔の方たちがやっぱ言われてたように、じゃあちょっとこの線を大きくちょっと外してみようかなっていうのも最近考えつつ、槍が見れれば銃が見れる。そうなんです。そりゃそうだよね。槍って方向変えるわけだから。槍はやっぱり甘いんで、確かにね、槍って1打でやって避けたらもう一回もう返しますもんね。そうです。パーンってやってくるんで、もうちょっと今は大きく動いたんで、なんかちっちゃく今はこっちにこう入ってたんですけど、入らずに線は避けるんですけど、この上げとこのツイストを入れたらいいかなっていう。いいですね。ここやっぱテコ使ってるんですね、こっちに。これだけでちょっと取るっていう、でいいかなっていう、感じでちょっと改造しました。タクチャンネル。先生、あと、ワンパーセンターではですね、長物のジューディザームもワンパーセンターではやってるんです。じゃあそれもちょっとたくさん見せていただいて、あれ先生これはですね、ちょっと危ないと思ったでしょ。危ないと思いますね。そう、これ安全装置かかってるのも一つですけど、
この中見てもらえるとガス銃になってますので、はい、怖そうに見えるんですけど、まあ、プラスチックでありますし、これがないですもんね。そうです、マガジンもちゃんと抜いて、マガジンもここ指がもう見えると思うんで、絶対弾は発射されませんので、はい、ちょっとこれを使用させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。これねワンパンの時はね、これはさらにあれをかけてたのよ、スリングですね。スリングをね。だからよかったのよ。それかけてるからこっち入ってるわけで、ここを叩くことによってほらここのさちょうど足のエラのところに入るわけですよ、うんパーンってね。でここスリングにかかってるから、スリングでここで上で引っ張っちゃってるわけ。あその時にこっちへぶん殴ってるわけ、はい。ポンポンポンってやってるわけよ。でもう一回ここでやってからドーンってやってるわけよね。やっぱ銃ディザーブしちゃったら撃ちたくなっちゃうじゃん。アクション俳優だから撃たずにそれを使って殴るっていうのをやってたんだよね。なぜならば最新の戦闘術を極めた殺せないアクション俳優俳優だからです、はい、じゃあ殺せるはい、我が殺せる我が稲山先生がやった場合はちょっと見てみましょうね。殺さないけどね、殺さない先生も先生ねうん、じゃあ左右でいってみましょうか。これで、まずこっち行く場合はここごとこれで取るわけですね。こうしてこの腕ごと、もしトリガーが入っていてもこちら側でしたらチャッチャッチャッと本当実だったら出るんで、この指をここのトリガーから抜きたいんで、抜きたいこれで指抜けますんで、一回ショルダーにして持ち直して入れていくと。はい、一回やってみますね。1、3、これで、はい、これが右側の方向。今度左側の方向は本当たくさんが言ったようにこれで入れて回して、これはサウスポーになりますけど、サウスポーにすると。あと例えば背中、あ、これはまずいぞっていうのを、回してどっちでもいいんですけど、一回引っ掛ける。何か引っかかってくれるんで、引っかかってこうすると打たれてしまうんで、引っ掛けたら左手を出します。腕を取ってるんですけど、足がっていう、普通はこうってならずに足がこう倒していくっていう、なんか上下で攻めるみたいな。武術的ですよね、はい、銃を取り回ってる時って足を下ろそうかな、足がこう足を足をコーンって前回やられた方見てるとあの靴とかで 1%、あんなブーツで太田足かけてごらんよ、パーンっていくよ。そう、前回の動画でですね、靴の秘密そうですね、やりました。はい、今はドンペンですけれども、まあドンペンですけど、はこれですね。これを自分がもし履いてるとしたら、私ここも触ってみてください。プラスチックなんです。普通はここ、皆さんがこう履いてる靴ってここ柔らかいじゃないですか。ここ強化プラスチックなので、はい、で今やったのはパンパンパンって上がグーッとなった時にここでこうやって買ってデザームしてるという、はいはいはい、前回も言った一番痛いアキレスのあそこがこう、はいはいはい、その靴で、上散らしておいて下蹴ってしたっていう、でまたデューディザームするということです。そういうことですね。上下に散らすっていう。あとはこのやっぱり線上を左右に外して、まあ外すっていうのがやっぱり一番はい大事な動きになりますね。はい。100チャンネいやー、久々に先生のちょっとまた充実を見たんで、また自分の方でもぜひアップデートしていきたいと思ってます。ぜひしてください。ワンパーセンターでも、はい結構ボートで結構重慶最高ですね。またね、ワンパーセンターの方皆さん楽しみにぜひぜひもうぜひ見てください。はい、先生のね、その最新の戦闘術ふんだんに入ってますから、はい、映画に紹介しております。楽しみにしてはい、これだからリボンから続いてるっていう感じでたくさんが戦撃士始めてから、リボンがありクレーム差しがあり、それで次ワンパーセンター、これずっと簡単に言えば戦闘俳優としてずっとやり続けてきたことによってこの技がどんどん新しくなってる。どっかやめてまたやってっていうとやっぱりこうバラバラになっちゃうんで、これをずっとキープし続けてきてるっていうのが今回のワンパーセンターはその集大成みたいな。でまた活人権の映画ですよね。そうですね。生かす。相手を倒さない殺さないっていう、ここがやっぱりすごい映画とこのたくさんの生き様っていうか、たくさん前はもう俺もそうだったんですけど若い頃はピーしちゃえばいいじゃん、カラミットでって言ってたのは、いやそうじゃなくやっぱりいろんな人とこう触れ合ってるとそういうことじゃない、強さよりももうちょっとこう
色気のある生き方というか、そこに自分もたくさんも今ちょうど行ってるこの侍の武士道に、その頂のこう、俺もよくわかんないですけど何合目にこうワンパーセンターがあるんじゃないかなっていうような気がするんで、まずこれを見てまた次に一緒になんかできたら嬉しく思いますので、ぜひワンパーセンター必ず見てみてください。戦いをリアルに演じるもの、戦劇者の物語で。そうですね、最高だとこ思います。れがね先生不思議なもので、はいその映画やってる時最高の自分なんですけど、はいもうワンパーも撮り終わってだいぶ2年は経つじゃないですか、はいはいもう実はアップデートされてるじゃないですか。はい、新しい技そう、もう新しく新どんどんなっちゃってるのそうが、ですねだから見るたびになんかちょっとまた恥ずかしくなるけど、ね、自分がアップデートされていくから、だから歩みを止めないってやっぱりいいですよね。そうですね、ずーっと歩みを止めないと。ずーっと生き続けるっていうのはだいぶ大事ですね。でなんかこう武術っていうものにはいも結構タクチャンネルをもはい触れることもあって、人を生かすっていう、はいそうですね戦い方もなんとなく分かって、はいでそれこそアクションっていうのは人を生かしてなんぼだっていうところにもつながってきたり、はいそうですねなんかやっていくとどんどん発見があって面白い。はい、そうですよね。だから見てる方もね、やっぱなんか諦めずにね、あ、できなかった、ちょっとこう回らないんですよって言っても、毎日やり続けてることによって何か必ず達成できるものがあると思うんで、もう見てる視聴者さんも絶対諦めずに頑張ってほしいとなんか思います。思いますねはい、ありがとうございます。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。そしてね、チャンネル登録の方もね、ぜひぜひしていただいて、はいこれからも、ワンパーセンターのね、行方をみんなと一緒にね、そうですね追っていきたいっていうのがありますし、あと少しね、まだ先生の方の T シャツがごくごくわずかですけど在庫の方があるかもしれません。かもしれませんので、はい、多分じゃあ概要欄に貼ってますんで、そちらの方もクリックして購入してください。はい、はい、ということで先生、またありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ウィーバー